部の力を見せてくれるわ。我が力を見せる時が来たか。我と共に来たるは行け。弱い。孫白符だ。はい蹴散らせ。他にはあ、とっておきよ。我が修羅に敗北なし。我が道を開けい。私が相手だ。突っ込め。何よ。進むのだ。名門の力を見るがいい。蹴散らすのじゃ。我と共に来たるは正解。ラン手合わせね。何人の刃も我が天命を砕くことはできん。引け孫白符だ。あ、蹴散らせ。激しすぎ。よりどり。敵は弱い。一気に叩き潰せ。我と共に来たるは焼き払え。孫白符だ。ことごとくを焼き払え。敵は弱い。一気に叩き潰せ。我が修羅に敗北なし。私が相手だ。隊列を整え。名門の力を見る。滅ぼしてしまえ。わらわに歯向かうからこうなるのじゃ。孫悟の兵たちよ、矢の雨を降らせよ。進め。制圧せ。バカな。ごきげんよう。邪魔です。我が名は太子寺。言いかけよ大どこから攻める。どけ。身の程知らずですね。う。手合わせ願いたい。そのような獲物では無理ですよ。引けさあ、玄白子さんの軍門に下れ。終焉は近い。孫悟の兵たちよ、勝利は近いわ。今こそ踏ん張り時よ。孫悟の兵たちよ、勝利は近いわ。今こそ踏ん張り時よ。進め。もう退路はありません。戦いの果てに天下があったとして、そこに何の価値があるのでしょうか。しかし見事なまでに賊だらけだな。どうやら放置したことが裏目に出てしまったようだな。ここまで黄金族の勢力が広がっているとなると、果たして龍体殿も無事かどうか分かりませんね。無事だといいのですけど。まあ死んでいたら死んでいたで遠州は取れるので特に問題はないがな。にしてもどうする。とりあえずは拠点を一つ一つ潰していくのが現実的なんだろう
さすがにこれだけの数となると骨が折れるな。そうじゃな。そのためにかかる費用も時間も犠牲もバカにならん。この族を全て兵として我が軍に加えることができれば大幅に戦力を増すことができるのだがな。何？そうか？いや、無茶でもない。中心だったはずの聴覚を失った今、黄金族の目的だったものは今やただの不満になり下がっている。安住の地をちらつかせれば奴らを懐柔することも不可能ではないだろう。確かに不可能ではないかもしれんが、黄金族を軍に加えるとなると、しかしそうなると私が聴覚を仕留めたのが裏目に出てきたな。こんなことならば劉備にでもくれてやればよかったわ。銀河、どうした？私の顔に何かついているか？ダメだよお兄ちゃん。軍議の最中なんだから曹操様に見とれちゃう。おう、銀河、私の顔に見とれることがおかしなことだと？またまた、もうそんなごまかさなくていいのに。銀河、落ち着け。顔が真っ赤だぞ。おっほ、いいのう若いもんは。どうやらいないみたいですね。まあ話を戻すが、例えばこのまま放置したとして遠州はまず間違いなく黄金の手に落ちるだろう。黄金の連中が私を目の敵にしていることは間違いない。つまり龍体が生きていようと死んでいようと、最終的に我々が黄金族と戦わねばならないこと自体には変わりはないわけだ。ですが放っておけば予習にまで黄金族の侵入を許すことになる。そうなってくると少しばかり厄介ですな。ああ、予習まで奴らの勢力が広がることは避けたい。まあ今がいいタイミングだろう。遠州に向けて出兵する。各自部隊の編成を整えておけ。